皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアがいかにして自らの手で国家の未来を削り取っているかについて解説していこうと思います。なお、今回はロシア単体の話だけではなく、ロシアがいかに北朝鮮を頼るようになっているか、この点からもこの話を進めていこうと思います。プーチン大統領にしてみれば、自分が生きている間さえ良ければそれでいいという考えでしょうから、国家の未来などは全く気にはしてはいないでしょう。ただ、外から見た場合においては、それがどれだけ愚かなことなのかは明らかです。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、北朝鮮の支援なしに戦えないロシア。北朝鮮から渡った砲弾は300万発か。ただし、不良率は 50%。北朝鮮自慢のミサイルも受け取るが、ただしこちらも目標誤差は数キロ。2、ソ連の遺産を失うロシア。宇宙産業壊滅的打撃。打ち上げは9割減少。国営企業は大規模な資産売却へ。なお、世界の宇宙産業はこれから飛躍。北朝鮮、ロシアに砲弾、少なくとも数百万発。提供か、韓国国防省、工場はフル稼働している。韓国の国防省は、北朝鮮が昨年7から8月以降、ウクライナ侵略を続けるロシアに対し、コンテナ約6700個分の砲弾を提供したとの分析を示した。連合ニュースによると、国防大臣は、コンテナの中身について 152mm 砲弾なら300万発以上、122mm ロケット砲弾なら50万発以上と推定。両方の砲弾を合わせ、少なくとも数百万発が渡ったとの見方を示した。北朝鮮に数百ある軍需工場は、電力不足などで稼働率が約 30% と低いものの、ロシア向けの砲弾工場はフル稼働していると述べた。同期間のロシア・北朝鮮間のコンテナ輸送は、ロシアから北朝鮮向けの方が30% ほど多いという。国防大臣は、北朝鮮向けのコンテナでは、食料が最も大きな割合を占めていると説明した。その影響で、北朝鮮の食料価格が安定的な傾向を維持しているようだとも語った。ただし、渡った砲弾には問題あり。ロシアが発射した北朝鮮の砲弾半分以上が不良。ラジオフリーアジアが報じたところによると、北朝鮮がロシアに提供した砲弾の半分以上が不良だという。ウクライナ国防省情報総局の局長によると、ロシアが不足している兵器生産問題を解決するために北朝鮮の支援を受けたが、望んだ結果を得られずにいると明らかにした。砲弾は1970から80年代に作られたもので、半分以上が作動せず、または使用前に復元や検査が必要な状態と話した。北朝鮮はロシアに古い軍需品を提供する見返りに、ミサイルと潜水艦に必要な技術を求めたと副局長は伝えた。また、北朝鮮は核兵器計画に関連した技術もロシアに求めているとし、これは朝鮮半島の緊張をさらに増幅させるだろうと述べた。北朝鮮からロシアへ渡った軍需物資は、砲弾だけではなく、北朝鮮のミサイルも含まれています。アメリカ政府系のラジオフリーアジアによると、ロシアがウクライナに対して使用している北朝鮮製ミサイルは、衝撃的なほど性能が劣悪であるとする韓国の軍事専門家のインタビューを掲載した。すでに北朝鮮がロシアに提供した砲弾の性能の劣悪だったことが知られているが、より高価な兵器である弾道ミサイルの低性能さまで浮かび上がってしまった形だ。記事の紹介はここまでにします。この後この記事においては、北朝鮮のミサイルがいかに精度が悪いかを説明していました。目標とされるであろう施設から数キロから最大で10キロも着弾がずれており、この弾道ミサイルは実質的に誘導機能がオフになっているか全くの飾りではないかといった指摘でした。このようなこともあって、北朝鮮に対するロシアからのミサイルの発注はキャンセルされた可能性があり、イランからの調達に切り替えられた可能性が指摘されています。これによって北朝鮮では責任者が更迭されるかもしれません。本格的な全面的な侵攻が行われるその前の評価で言えば、ロシアは世界的には第2位の軍事力を持っていると評価されていました。現在でもなお大規模な陸軍兵力と非常に多くの戦闘車両を保有していることから、世界の上位国であることには変わりはありません。しかし、実際の戦場においては、はるかに格下のウクライナに対しても、2年経っても戦線は東部戦線、南部戦線といった2つの戦線に限られており、首都ははるか遠くになっています。少なくとも奇襲攻撃的な作戦だった2022年には首都に迫ったわけですから、現在の方がはるかに後退してい
いるわけです。そして現在のロシアは北朝鮮という非常に経済規模の小さい国を非常に頼りにしなければならない状況となっています。渡された砲弾の不良率が 50% を超えますよというちょっとありえないほどの劣悪な商品を受け取ってもなお北朝鮮に対してもっともっと砲弾を送ってくれと発注をし続けなければならないのはロシアがいかにもう自分の国だけでは戦えないかを意味しています。このような他の国から支援を受けているような国は戦いをやめてしまえばいいとウクライナの側に言う人たちはいるわけですが、同じように北朝鮮のような小さな国を頼らざるを得ないようなロシアこそ同じようなことをしてあげるべきでしょう。さっさと戦争をやめて兵士を撤退させればすぐにでも戦争は終わるのです。プーチン大統領はそのような批判など聞く耳は持たないでしょうが、何にしても北朝鮮としてはロシアからどんどんと食料は入ってくるし、エネルギー資源も送ってくれるし、なんだったら砲弾製造に必要な資源類などをロシアが送ってくれるというのであれば、喜んで軍事物資を作り続けることでしょう。また、今回の記事では、北朝鮮製の弾道ミサイルの性能がいかに劣悪かといった指摘がされているわけですが、北朝鮮としては全くのノーリスクな話です。何しろ、買い取ってくれたその上での実証データを得るわけですから、北朝鮮としては何のリスクを負うこともなく発射実験ができて改良を進めることができるわけです。この後発注がかからないかもしれないわけですが、北朝鮮としては砲弾を買ってくれればいいやと思い続けることでしょう。そしてロシア国内においては労働現場における人手不足といったものが指摘されていますから、北朝鮮としてはこの後労働者派遣といった形でロシア経済の中にどんどんと人を送り込んでくる可能性があります。北朝鮮としてはロシアの方から北朝鮮に対してどんどんと頼ってくる状況ですから、北朝鮮としてはこの戦争が長引けば長引くほど国力を増すことができると考えて戦争の長期化をきっと望んでいることでしょう。なお北朝鮮がロシアに求めているものは軍需物資や人手を渡すことによって金銭的なもの以外のものとして食料や軍事技術、そしてロケット技術などについても求めているとされています。一応北朝鮮としてはいつか原子力潜水艦を持ちたいなという野望を持っているとされ、それについてもロシアに求めているかもしれないと言われているのですが、そもそもこの点についてはおそらくロシア側の方が拒否する可能性が高いとされています。何しろ原子力潜水艦に核ミサイルを搭載されれば、それはロシアにとってもちょっと危ない存在になるからです。北朝鮮の原子力潜水艦はなんだかんだ言ってロシアの近郊もうろうろする可能性があるわけで、そのような原子力潜水艦が事故で沈んだとなれば迷惑千万なことにもなるからです。さて続いてはロシアがソ連時代から引き継いだ技術、それによって世界的にもある程度頼られていた宇宙産業が衰退の一途をたどっていることを追っていきましょう。宇宙大国ロシアの黄昏、打ち上げ9割減、中国、インドなど大体、日本も転勤、宇宙市場の勢力図が塗り替わっている。大国ロシアはウクライナへの侵攻でヨーロッパなどの離反を招き、他の国の分の衛星打ち上げが9割減った。かつてのライバルアメリカがダントツとなり、インドや中国などの新興国も代替需要の取り込みを問う。日本は近年、商業衛星の投入を海外に頼りきりで停滞が続いてきた。基幹ロケット H3 の打ち上げ成功をてこに巻き返しを期す。左が近年のロシアが打ち上げを請け負っていた件数です。2017年段階においては、ロシアの方がアメリカよりも多くの衛星を受注して打ち上げていました。ところがそこからは徐々に減少し、2021年以降はアメリカが急激に上昇カーブを描き、ロシアに対する発注はほぼなくなりました。記事の続きに行きましょう。スウェーデンの首都ストックホルムから北に約1000キロ、北極圏の町エスレンジで2023年、ヨーロッパ初の衛星発射場が完成した。2025年に第1弾の打ち上げを見込む。スウェーデン宇宙公社の副社長は、国防の観点から機動的な宇宙輸送の優先度が高まったと話す。かねてヨーロッパ諸国は、ロシアの宇宙開発の象徴である旧ソ連時代からのロケットという図に頼ってきた。ウクライナ危機で一定距離を置いた。ロシアはアメリカ研究者の集計によると、2021年に
イギリスなど他国の衛星を35機打ち上げた。侵攻を始めた2022年は、イランなどの2機に激減し、2023年も3機にとどまった。ここでも、ならず者連合の仲間であるイランからの受注しかなかったことが挙げられています。大国の黄昏を移す事例は事欠かない。国際宇宙ステーション ISS の宇宙船や補給船では、2022年以降、冷却剤漏れが相次ぐ。2023年には、半世紀ぶりだった月面探査の計画が、無人探査機の墜落で失敗に終わった。中長期的な資金難もある。国営の宇宙企業、ロスコスモスの売上高は、2018年に約510億円だったが、2021年は3分の1まで減った。外貨を稼ぐ貴重な手段だった打ち上げの請負が細ってより厳しい状況とみられる。逃した需要は他国が奪い合う。インドの2023年の実績は21年の3倍の46機に増えた。インドはコストの低さが強みと見る。今は10機に届かない都市が多い中国も宇宙強国を掲げ競争に割って入ろうとしている。そもそも安全保障以外の分野でも宇宙の利用価値は高まっている。一強状態となったアメリカは通信衛星で独壇場を築くスペース X が牽引する。ロシアでロケット打ち上げを担っている国営企業ロスコスモス。明らかに経営状態は悪化しています。ロスコスモスは受注と西側パートナーを失ったため、資産の一部を売却することを決定した。国営企業ロスコスモスは、ウクライナ戦争の影響で外国パートナーとの協力から得た収入のほぼ 80% を失い、114億ルーブル以上相当の非中核資産を売却する計画を立てている。土地や不動産の複合施設、寄宿舎、レクリエーションセンターなど、様々な目的の150以上の資産について売却が検討されている。不動産売却による資金は、国営企業の運転資金に使われる。以下記事においては、売却する不動産について列記されていましたから、ちょっとここからは省略します。かつて米ソ冷戦の時代においては、アメリカとソ連においては様々な分野において競争が行われました。核兵器の開発競争や軍事力についてもそうですし、宇宙開発についてもやはり長い間競争が行われ、どちらの方が先に月に人を送り込むかといったことは宇宙開発をかなり促進しました。ソ連崩壊以後においても大量の軍需物資や核兵器、そして宇宙開発の技術もロシアへと引き継がれています。ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降において、様々な制裁や西側資本のロシアからの脱出が行われました。ロシアに住んでいる人、特に大都市部に住んでいる人たちは、制裁の影響なんて全く関係ないよといった話をするわけですが、それはあくまでもプーチン大統領にとっては、ここは変えたくないなと思う保護区においての状況が変わっていないだけであり、国家全体の状況としては悪化をし続けています。今回それが非常にわかるのが宇宙産業だというわけです。ソ連から受け継いだ世界有数だったはずの技術をそこから発展させることができず、昔築いた技術をなんとか継承しつつやりくりしていたんだけれども、それすらもこの先は維持することが難しくなるかもしれません。少なくとも現在のプーチン大統領にとっては宇宙産業に対する熱意などかけらほどもないでしょう。国家予算の3割以上が軍事費に充てられている現状ですから、このままロスコスモスが中核技術以外だけ売却しますよと言っているので、なんとか収まっているうちはいいですが、この後もうこのままだとやっていけませんよとなった時に、中核となる技術、ロケットについての技術を例えば北朝鮮に求められれば喜んで売り渡す可能性はいずれは出てくると思います。なぜならば前半の方でも話が出てきましたが、不良品を大量に送ってくる北朝鮮であろうとも、ロシアとしては喜んでそれらを引き受けて使わざるを得ないほどに、ロシア単体ではウクライナとの戦いを進められないからです。つまり圧倒的に北朝鮮の方が上の状態にあるわけです。だからこそあれが欲しい、これが欲しい、もっと欲しいといったことを言える状況なわけです。そして北朝鮮が欲しがっている技術の一つが大陸間弾道ミサイルの技術レベルアップ、そして核弾頭の小型化、そういった技術です。これらについてはやはりロシアがソ連時代から引き継いできたものであり、それらについて欲しいと言われればいずれは渡す可能性が出てくるわけです。現在の状況からすればすぐにでも渡せるような技術ではありませんが、交渉の立場といったものが北朝鮮の方が上になってしまっている事実がある以上、本来であれば通らないような過剰な要求といったものがそのうち受け入れられる可能性は
出てきてしまうわけです。このあたり、ロシアの国力が下がってきた、もしくはロシアの外交的立場の低下といったものが現れている場面ではないでしょう。なお、世界的な目で見れば、この宇宙産業は伸びる分野です。現在の宇宙開発というと、科学技術分野の探索といったものが中心となっているわけですが、いずれは経済的に成り立ち、宇宙へとどんどんと進出が進むようになります。結局は宇宙開発というのは、そのために必要なコストが下がるかどうかにかかっています。アメリカの打ち上げがどんどんと圧倒的になっていますよという話は、まさにスペース X 社が進めている宇宙開発、そのロケットの量産技術、低価格化に拍車がかかることによって、様々なことが選択肢として浮かんできています。ロシアの指導者が自分の野望にしか興味のないプーチン大統領である限り、ロシアの未来は確実により暗いものとなっていくことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして情報の整理整頓やもしくは刺激になったなと思われる方は、ぜひとも他の方にこのチャンネルを進めたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。